こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、学級の嫌な小グループ化を食い止める方法、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いろんな先生から相談を受けます。学級が本当は全体でまとまってほしいんだけれども、小グループにいくつか分かれてしまって、学級がなかなかまとまりません。授業もやりづらいです。みんなで一緒に遊んだりするのもすごくやりづらいです。どうしたらいいですかなんてね、相談を受けることがあるんですけれども、僕はあんまり小グループ化っていうのは悪いと思ってなくてですね、実は。なぜなら、やっぱり気が合う気が合わないっていうのはいるじゃないですか。職員室で働いていてもそうだし、プライベートでね、友達と遊ぶ時にもそうだと思います。やっぱり気の合う合わないはあるんですよね。なので、多少の小グループ化っていうのは全然僕は問題ないと思いますよ。ただですよ、その小グループ化がちょっと排他性が出てきたり、本当に依存心が強くてベタベタになってもその子がいないと何にもできないみたいな、そういう状況になっていってしまうと学級系の阻害要因になるし、子供たちの学習、子供たちの成長の阻害要因になってくるんですよね。なのでそういう小グループ化は子供たちの成長のためにも、そして学級系のためにも解消していく、ちょっとやんわりしていく必要があるっていうことですね。なので今日この動画最後までご視聴いただければ、その嫌なタイプ、排他的依存心が非常に強い嫌なタイプの小グループ化を解消していく。そのための指導ノウハウ。今日は具体的に言ったらシステムとか、そういうことではなくて、教師の語りですね。こういう言葉で子供たちの心に訴えかける、そんな語り紹介していきたいと思います。よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。それでは行きましょう。結論からお伝えしていきたいと思います。結論はどういう語りをするかっていうと、誰とやるんではなくて、何をやりたいのかっていう、その何をやりたいのかっていう、そのことに基づいて行動することの良さ、価値っていうものを真正面から子供たちの目しっかり見て語ってあげましょうっていうことです。そうすれば必ず行動変容できる子供たちがいます。あとは褒めてあげたら少しずつね、そんな子供たちがどんどん増えていきますね。それではじゃあ具体的な語りもいきなり紹介していきたいと思います。場面はそうですね、子供たちの小グループ化がぐっと進んでしまいそうな何かグループを決めるとか、何か係を決めるとか、そういう場面を想定しましょうか。じゃあ、係を決めるにしましょうかね。何の係でもいいですけれども。で、係を決めるときに、このまま何にも指導せずに係を決めていったら、子供たちの小グループ化、A という係には仲良しの子供たち、B という係には仲良しの子供たち、もう固まっちゃいそうなんだと。そういう状況を少しでも解消したいときの係決めの直前に行う語りだと思って聞いてください。それではやってみますね。じゃあ今から係のメンバー決めていきたいと思います。今から皆さんこの黒板にね、ずらーっと書かれている係、自分の希望する係のところにチョークで名前を書いていってもらいたいと思います。けれどもその前に一つ先生お話しさせてください。とっても大事なお話です。いいですか？皆さん先生と目合わせてくださいね。ありがとう。ではお話をしていきたいと思います。結論から言うと、何をやるかを大事にしていこう。自分がやりたいこと、自分が挑戦したい係、自分がもっとここで成長できるかもしれないと思うような係、その気持ちを優先して決めていこう。つまり、何をするかっていうものを大事にしていこう。決して、誰とするかじゃない。何をするかを大事にしていこう。たまにいるでしょ？あの子とあの子。いつもべったりして、ずーっといつでもどんな係やるときも、どんなグループ決めるときも、どんな休み時間でもずっと一緒にべったりする子っているでしょ？誰とは言わない。でもなんとなくイメージつくよな。それっていうのは、実はまだ自立できてない。心があんまり強くない。自分の成長よりも、その人、特別な誰かと一緒にいることで、安心感を味わいたいっていう、そういう状況なんだ。もしも今から係決めるけれども、そういう人が中にはまだいるかもしれない。だけど、あなたはもうそんなことはもうしない。なぜならあなたは誰かとやることよりも何を選ぶかによって、そして自分自身を成長させてあげたいんだって思える人がもうこのクラスにはたくさんいる。先生はそんな気がしてるよ。黒板もう一回見てごらん。黒板に書かれた係、もう一回眺めてごらん。この係の中で、あなたが一番やりたい、チャレンジしてみたい係。その係の名前を見つめてごらん。先生の顔じゃなくて。
後ろの黒板の係の名前一つだけ見つめてごらん。そう。あなたが今見てる係。この後そこに名前を書くんだよ。誰が書いているとか、誰が書いていないとか、誰がいるとか、そこに誰がいないとか、そんなことは関係ない。確かにそこに自分がやりたい係にあんまり喋ったことのない友達がいたらちょっと不安な気持ちになるのも、それもわかる。だけど、あなたはその係をトライしたいんだろ、チャレンジしたいんだろ。それなら挑戦すべきだよ。そろそろお友達とべったりのこの小グループ、つまり誰とやるかっていう状況から卒業できる子供がいるんじゃないかな。そんな人がこのクラスには何人もいるってことを先生知ってるよ。それじゃあ、今から名前を書いていこうか。自分はあの係やろう。あの係のところに名前を書くんだって。そう思えた人から、その座ってる椅子から立って、前に歩いてきて、チョーク持って、係の下に名前を書いていこう。誰からでも構いません。それでは今から名前書いていきますよ。誰からでも構いません。それでは動きましょう。どうぞ。っていう感じでしょうか。そんな風にやると、こんな語りをするとですね、クラスの30人いたとしても、2人、3人、4人はスッと立って、他の周りの動向、友達の動向を気にせずに名前を書く人が出てきますね。この2人、3人、4人っていうのはすごく大事です。その2人、3人、4人の動きを見て、次なる5人、6人、7人が引きずられて動いていきますね。で、その5人、6人、7人に引きずられて、また次。結果的に自分の意思で書くことができる子供が増えてくるっていうことですね。もちろんですよ。中にはまだ誰がやるか、誰とやるかっていうところに重きを置いて、名前を書いてしまう子供はいるでしょう。もちろん内心のことなので、教師からしたら、全くそれはわかりません。今回もたまたま仲良しさんと、いつも一緒にべったりしている子供とたまたま同じところに名前を書いたっていうこともあるかもしれません。そもそも趣味思考が似通っていることが多いので、同じものを選ぶ可能性も高いですよね。だからあの子供が自分の意思に基づいて決めたのか、それとも友達に依存しながら決めたのかっていうのはこっちには分かり得ないことなんですよね。いいんですよ、それは。誰がどこを選んだのかっていうのは。もう大事なのは、クラスの中で、今まで友達とべったりだったかもしれないけれども、今日自分の意思を大事にして優先してトライすることができた子供が一人でも二人でもいるっていう、それが大事なんですね。なので、全員が名前を書き終わった後に、僕は続けてね、こんなお話をするようにしています。全員の名前が書き終わったね。どうだろうみんな黒板にずらーっと書かれた名前見ていて。先生はこんな風に思ったよ。きちんと自分が何をしたいのか、何にチャレンジしたいのかを大事にして名前を書けている人がすごく増えたな。やっぱり成長してるんだね。素晴らしいね。ではこの係に基づいてこれから活動していきましょう。っていう感じでね、もちろんフォローというか価値づけ、それでいいんだよ、頑張ってるねっていうのを伝えてあげて、この活動終了、係決めは終了するっていうことになりますよね。ただ注意点はやっぱりあって2つありますね。1つ目は、できない人を注意してはならない。やらなかった人を注意してはならないっていうことですね。先ほどもお伝えしましたけれども、いつも仲良し小良しの子供がたまたまね、一緒になってるっていうこともあるじゃないですか。だからそこを名指しして、君たちはまた一緒にやってるね、ダメじゃないか、なんていうことを言ったら、これはとんでもないことですよね。だからそういうできてない、やらなかったと思えるような状況、そういう子供たちがいたとしても、そこにはタッチせずに、むしろチャレンジしてるねっていう子供がいると勝手に想定して、ポジティブに受け止めて、頑張ってやってるじゃないっていう、そういったフォローの仕方で十分 OK っていうことですね。ネガティブな価値づけはしていかない。君たち全然できてないじゃないかって、そんな風に言う必要はないっていうことですね。で、二つ目のポイント、注意点としては、やっぱりこのようなお話を事後にしてはならないっていうことですね。子供たちが依存心たっぷり友達とべったりの名前を各係に書きました。で、それに教師が気づいて、君たちダメじゃないか。友達関係に左右されまくってるじゃないか。ダメじゃないか。っていうような指導をすると、子供たちからしたらやっぱりネガティブな印象があるし、すごく反発心が芽生えてきますよね。そうじゃなくって、活動を行う前にお話をするっていうことがすごく大事。そうすると子供たちは、そういう状況を目指していくことが自分の成長にとって、
あ、そうか、誰かとじゃなくて何を大事にして選択をしていくことが自分の成長にとって一番大事なんだよな。なぜなら、この学校には何より自分自身が成長するために来ている。ならば、誰かとやるっていう。これももちろん大事じゃないわけじゃないんだけれども、でもそれよりは私の意思に従って行動していく。それって大事だよなっていうふうに思える。そしてその思ったことを行動にすぐ移すことができる。すなわち活動の事前にちゃんとお話をしてあげて、語ってあげて、で、子供たちに行動を促す。そしてすぐに褒めてあげる。そうすると、学級が正のスパイラルになっていくっていうことですね。いかがだったでしょうか？今日はですね、学級の嫌な小グループ化を食い止める方法ということで、その一つの起爆剤として、教師があるべき姿、あるべき価値観を伝えてあげる。そしてその活動に移していく。そして誰が移したか、移してないか、もうそれはどうでもいいわけですよ。一人でも二人でもいたな、頑張れてるなっていうふうに思えたらですね、学級全体を褒めてあげればいいわけですね。そうしたら少しずつ誰かとではなく何かを大事にして活動を選んだり選択をすることができるような子供が着実に増えていきます。まるで焚き火のように。わーっと広がっていきます。それを絶やさないためには先生がちゃんと勝ちづけてあげて、褒めてあげて、それがいいんだよ。素晴らしい。増えてきてるね。頑張ってるねっていうのを常に内輪で仰ぎながらですね、火を大きくしてあげるっていうこの努力を怠らないことっていうことですね。いかがだったでしょうか？今日の動画面白かったよ。役に立ったよ。なるほどね。そうやって学級って作っていくのかっていうふうに思っていただくことがどこか一箇所でもあればですね、よければいいね、コメントしていただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級作り、学級の作り方について動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。それと、小グループ化が進んでしまって困っている担任の先生、もし皆さんと同じ職場でね、働いておられる先生がおられたらよければ、この動画シェアしていただけると少し、もしかしたら役に立てる可能性があるかもしれないので、もしよろしければシェアしていただけるとすっごい嬉しいです。よろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、こちら。ナンバー454、学級満足度 10% アップ、鍵を握るたった一つのテクニック、研究所メンバーシップ向けの動画になりますけれども、先日配信させていただきました。結局子供たちが授業が分かったりできることが増えてきたり、いろんな友達と仲良くできることが増えてきたらですね、この学級満足度っていうところにすごく現れてくるんですね。じゃあこの学級満足度、今からいきなり 100% を目指していく。そんなね、雲の糸をつかむようなことは言いませんけれども、今現時点の現状から 10% とりあえずアップさせていくスモールステップとしてですね、これを目指していくためには、これするといいですよってものを紹介させていただいております。簡単に言っちゃうとですね、教師が引っ張っていくんじゃなくて、子供に引っ張らせてあげる。学級の活動を子供に引っ張らせてあげる。その中での具体的な一つ指導があるんですね。それを紹介させていただきました。ちなみに今日もちょっと似たようなテーマでお話ししました。子供たちの小グループ化を食い止めるっていうお話ししましたけれども、もちろんこれでも子供たちの交友関係は円滑にはなっていくんですけれども、結局担任が今引っ張ったの分かりますか？担任が語ったんですね。子供が自分たちで動いたわけではないんですよ。これを教師が引っ張る状況から子供同士で引っ張り合える、子供同士で影響を与え合えるような具体的な指導法を紹介させていただいております。今日の動画よりもワンランクレベルアップした内容になると思います。めちゃめちゃ有益だと思いますんで、ぜひご視聴ください。研究所メンバーシップゴールド会にご登録いただければ、今すぐにこちらの動画をご視聴いただけます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級系心から応援しております。それではまた明日、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。